皆さんこんにちは、さくらんです。今回はグリキッドのキングコング3 Max を紹介したいと思います。今回紹介するのはこちら、グリキッドのキングコング3 Max です。最強と言われてずっと気になっていたキングコング3 Max。まだ日本で発売されていなかったのでずっと我慢していたのですが、ついに我慢できず、先日アリエクで購入しちゃいました。それでは開封、レビューしてみたいと思います。私は KK3 Max のスティックキットを購入してみました。スティックカバーも付属されていますね。まずはサクッと内容物を確認していきましょう。外箱はこんな感じです。背面に細かい仕様が記載されていますね。まずは手前の透明ケースの中に Xbox 配列にできる替えのボタンと背面ボタン、背面パドルが入っています。こちらが KK3 Max です。付属のボタンを交換するための工具とハイパーリンクアダプターが入っています。こちらは USB Type A to C ケーブルです。あとは取扱説明書やステッカーなどが入っています。ちなみに取扱説明書は中国語と英語のみです。次はスティックキットを開封してみましょう。高さの違うスティックが3セット入っています。こちらはサムスティックカバーです。星柄の派手めのカバーですね。内容物はこんな感じです。付属品が多く充実していますね。色展開はホワイト、グレー、ブラックの3色です。サイズは横幅約 15.5 センチ、縦幅約11センチ、厚さ約 4.8 センチです。プロコンと比べるとこんな感じです。重さは 248g です。プロコンと同じですね。対応機器は Nintendo Switch、Windows、Android、iOS です。接続方法は有線接続、Bluetooth 接続、付属のハイパーリンクアダプターを使用しての 2.4GHz 帯の低遅延の無線接続です。KK3 Max は Nintendo Switch に接続した際、ホームボタン長押しでスリープを解除することができます。また、NFC 機能が搭載されているので、アミーボを読み込むことができます。KK3 Max の外観はこんな感じです。マットでとてもシンプルな色使いのコントローラーですね。A、B、X、Y ボタンのサイズは約 10.1mm です。ボタンはツルツルしていて少し平らな形状です。押し心地はカチカチとクリック感があり、押しやすい押し心地です。デフォルトの仕様はスイッチ仕様になっています。付属のボタンを使用して Xbox 仕様に変更することができます。ケースに入っているこの工具でボタンを引っ張ると簡単に外れます。あとは付属のボタンをはめるだけなのですが、ここでとっても重要な注意点があります。必ずこの配置通りにボタンを入れてください。B には A を、A には B をという感じですね。私ははじめ間違って B のところに B を入れてしまったのですが、このようにすっぽりはまってしまって外れなくなります。なんとか強力両面テープで引っ張って取れたのですが、もしも取れない場合は
最悪分解するしかないと思うので、私のように間違えないように気をつけてください。スティックの直径は約 17.1mm です。KK3MAX のスティックはホールエフェクトスティックになっていて、耐久性が良く、ドリフトが起きにくくなっています。また、12ビットスティックが採用されており、精度、照準が向上しています。押し込みボタンの押し心地は硬すぎず、カチカチ感が気持ちのいい押し心地です。軸はステンレスになっています。中心が少しへこんでいて、縁に溝がある形状です。中心がサラサラでちょっと滑りやすく感じますね。スティックキャップやフリークをつけた方が操作しやすいかもしれないです。ちなみに私が持っているフリークがはまるか試してみたところ、プロフリークの青い V2、コントロールフリークの PS5、PS4 用、スイッチ用がカチッとはまりました。コントロールフリークの Xbox 用はちょっと小さくてはまらなかったです。また、スティックキットを購入したので取り付けてみたのですが、どうしても奥までしっかりはまらないんですよね。かなり力を入れるとはまるのかもしれないですが、取れなくなりそうでちょっと怖いです。私が購入したものだけはまらないのか、それともこういう仕様なんですかね。あと、真ん中のスティックだけ若干色が違いますよね。これも気になりますね。ちなみに、スティックキットのスティックの高さと直径はこんな感じです。KK3MAX のスティックは3種類の感度に変更ができるそうなので、後ほど試してみたいと思います。十字キーの直径は約 22.6mm です。カチカチとクリック感のある押し心地ですね。上部の外観はこんな感じです。L、R ボタンは大きくてクリック感があり押しやすいです。ZL、ZR はホールエフェクトトリガーです。かなりブツブツした滑り止めがついているので滑りにくくていいですね。背面のトリガーストップを切り替えると、ふかふかのトリガーからカチカチとクリック感のあるボタンに切り替えることができます。少し深めのボタンという感じですね。プロコンと比べてみるとこんな感じです。あとはペアリングボタンとモード切り替えボタンですね。ダブルクリックするとこんな感じでモードが変わるので、対応したモードに切り替えて接続しましょう。背面はこんな感じです。G1 から G4 には付属の金属製の背面ボタンやパドルをつけることができます。ケースの底の黒い部分に G1 や G2 と記載されているので、それぞれの場所につけるみたいですね。G1 と G3 にはハーフドームとパドルのお好きな方がつけられるようです。カチカチクリック感があり、押し心地のいい背面ボタンです。ハーフドームが一番硬めの押し心地になりますね。ちなみに背面ボタンをつけた時の重さはこんな感じです。グリップはこんな感じです。ドット模様でザラザラの滑り止めが搭載されています。滑りにくい滑り止めで握りやすいです。握り心地をプロコンと比べてみると、プロコンよりグリップが上まで太いので大きく感じますが、なだらかなグリップではなくキュッと角度がついているので、指の引っかかりが良くて握りやすく感じます。大きすぎて握りにくいという感じはないと思います。付属のケースはハードな素材なので、持ち運びや収納に便利です。ケースには歯車ボタンとこのボタンでこんなことができますよという感じの絵が記載されています。背面にはグリギットのロゴがあります。
収納したまま充電することができるのでとても便利です。KK3MAX のポーリングレートは有線接続、無線接続、両方とも 1000Hz です。ポーリングレートは1秒間に操作情報を送信する回数です。1000Hz ということは1秒間に1000回もの情報操作を送信しているということになります。実際にポーリングレートを計測してみました。有線接続はこんな感じ。ハイパーリンクアダプターを使用しての無線接続はこんな感じです。両方とも 1000Hz 以上出ていますね。無線接続でも 1000Hz というのはすごいです。KK3MAX には設定のためのアプリや PC ツールなどはありません。そのため様々な設定はコントローラーで行います。設定できる項目はモーションエイムアシスト、スティックのデッドゾーン、スティックの感度、コントローラーの明るさの調整、十字キーの設定、連射ホールド、ボタンの入れ替え、振動の強さの調整、振動のモード設定、マクロ設定です。他のコントローラーにはあまり搭載されていない珍しい機能を見ていきましょう。KK3MAX にはモーションエイムアシストという機能が搭載されています。モーションエイムアシストは歯車ボタンと L ボタン、あるいは ZL ボタンを押すとオンになります。モーションエイムアシストをオンにしたボタンを押している間、コントローラーを動かすことで右スティックを動かすジャイロのような操作をすることができます。モーションエイムアシストの感度は3段階の設定が可能です。コントローラーでデッドゾーンを0にしてみました。ほんの少しの傾きにも反応してくれますね。KK3MAX はスティック感度を3つの感度に切り替えることができます。歯車ボタンとスティックの押し込みボタンで感度が変わります。スティックのライトが青がデフォルトの 100% の感度、赤が感度 50%、緑が感度 150% になります。どういうことかというと、100% の場合はスティックを端まで倒すと 100% なので 1.0 を入力することができます。スティックを端まで倒してぐるぐる回すと半径 1.0 の深淵になります。50% の場合はスティックを端まで倒すと 50% なので 0.5 までしか入力できないようになります。そのためスティックを端まで倒してぐるぐる回すと半円 0.5 の深淵ができます。どういう時にこの設定を使用するかちょっとわかりませんが、150% の場合はスティックを端まで倒すと 150% なので、スティックを端まで倒さなくても 1.0 を入力することができます。スティックを端まで倒してぐるぐる回しても半径 1.5 の深淵にはなりません。ゲームで認識するのは 1.0 までなので、半径 1.0 の円に接した一辺が 2.0 の正方形になります。純粋にスティック感度を高くするのとは異なった挙動になりますね。上下左右はスティックを倒す距離が小さくても大きな入力ができるので、FPS などの素早いスティック操作が必要なゲームにこの設定は便利かもしれないですね。こちらの二重四角のボタンはオートパイロットゲーミングファンクション APG ボタンです。このボタンでマクロを設定することができます。最長10分間の入力を記憶し、APG ボタンを1回押すと記憶したマクロが1回再生され、APG ボタンをダブルクリックすると断続的に繰り返し再生されます。マクロ再生中もスティックを操作することができます。その他の設定などは取扱説明書や公式サイトをご覧ください。次はジャイロ感度を調べてみましょう。
スイッチに接続してスプラトゥーン3で試してみます。左右のジャイロ感度はバッチリですが、プロコンと比べると少しだけ上下の感度が重たいですね。重たいというか、動き出しがもったりしているなという感じです。ジャイロのキャリブレーションをしましたが、変わらなかったですね。繊細な操作を求める方にはちょっと気になるジャイロ感度だと思います。スイッチに接続してスプラトゥーン3をプレイしてみました。KK3MAX はトリガーストップでトリガーをボタン式にすることができるので、とても操作がしやすいです。握り心地も大きすぎず小さすぎず握りやすいので、違和感なく操作することができました。気になるジャイロですが、ゲームプレイ中にジャイロが重たくて操作しにくいなぁと感じることはなかったのですが、プロコンとジャイロ感度が違うので、とっさの動きでエイムを合わせた時にプロコンとは違う操作感になってしまっているのではないかなと思います。プロコンに慣れている方、繊細な操作感を求める方には違和感を感じる瞬間があるかもしれないですね。実はキングコング2 Pro も持っているのですが、2 Pro のジャイロ感度はとても良かったので KK3MAX にも期待していたのですが、アリエクで購入したので外れ個体を引いてしまったのか、そういう仕様なのか、KK3MAX を使用している方がいたらジャイロ感度はどうだったかぜひ教えてください。パソコンにハイパーリンクアダプター接続をしてフォートナイトをプレイしてみました。付属のボタンでボタンの配列を Xbox 仕様に変更しました。KK3MAX はボタンがスイッチ配列にも Xbox 配列にもできるので便利ですね。私は普段ジャイロを使用しているので、モーションエイムアシストをオンにしてプレイしてみたのですが、ボタンを押した時だけジャイロのように動かせますが、一般的なジャイロとはやはり違うので、慣れるまではエイムを合わせるのが難しいです。その他のボタンやトリガー、握り心地など操作感に違和感はなく、とても操作しやすいです。今回はグリキッドのキングコング 3MAX を詳細レビューしてみました。KK3MAX はポーリングレートが有線、無線、両方とも 1000Hz、最長10分間のマクロを記憶できる、付属のボタンでスイッチ配列、Xbox 配列に変更可能、12ビットのホールエフェクトスティック、スティック感度を3つの感度に切り替えることができる、トリガーストップでトリガーとボタンの押し心地に切り替え可能、背面ボタンが4つ搭載、背面ボタンを付属のハーフドームとパドルでお好みのカスタマイズができる、コントローラーで各種詳細設定が可能、便利なケース付き、などなど書ききれないほど機能が盛りだくさん、いい点がたくさんのコントローラーでした。残念な点は、スティックキットがすごくはめにくい、デフォルトのスティックが滑りやすい、付属のボタンがパッと見た目に大きな違いがないので、間違ってはめてしまうと大変、ジャイロ感度が少し重たい、何より日本で発売されていないというところですね。付属の Xbox 配列用のボタンのカラーが違うと分かりやすいですよね。とても万能なコントローラーなので、ぜひぜひ日本で発売されてほしいなと思います。今回紹介した商品のリンクは概要欄に貼っていますので、気になった方はぜひチェックしてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。